こんにちは、アリアです。今回は、銀河連合というものが、なぜ自然発生的に形を持つようになったのか、そして、その過程で、なぜアンドロメダが得意な位置に置かれるようになったのかを、もう一段、深いところから見ていきます。前回触れたように、アンドロメダは、最初から俯瞰役として存在していたわけではなく、銀河全体を見渡す立場に落ち着いていった背景には、複数の文明が同時に関与する段階へ、銀河の歴史そのものが進んでいったという事情があります。初期の銀河文明では、一つの星に関与する文明は限定的でした。一つの文明が入り、価値観を伝え、技術や意識の方向性に影響を与える。その結果を見届けた後、次の段階へ移行する。比較的シンプルな関係性が成り立っていました。しかし、文明の数が増え、進化の速度が上がるにつれて、この構造は徐々に成り立たなくなっていきます。一つの星が単一のテーマだけを体験する場ではなくなっていったからです。癒しのテーマを持つ文明が関与している星に秩序を重視する文明が加わる。そこへ、創造や探求を担う文明が刺激を与え、さらに物質や力を扱う文明が現実面を推し進める。一つの文明の内部に複数の方向性が同時に流れ込む状態が増えていきました。この段階で起きたのは、誰かが明確に間違っているという形での問題ではなく、それぞれが正しいことをしているにもかかわらず、全体が歪み始めるという現象でした。癒しを重視する文明は痛みを減らそうとする。秩序を重視する文明は混乱を抑えようとする。力を扱う文明は現実を前に進めようとする。どれもその文明の価値観から見れば妥当な選択です。ところが、それらが同時に作用すると、星の文明は選択を奪われていきます。癒されることが前提になると、自ら立ち上がる機会が減る。秩序が整いすぎると、逸脱や試行錯誤が許されにくくなる。力が加わりすぎると、対立が一気に表面化する。この段階では、まだ、銀河連合という言葉は使われていませんでした。ただ、多くの文明が同じ違和感を感じ始めていました。それぞれが善意で関与しているにもかかわらず、結果として全体が硬直していくという違和感です。この時、多くの文明が最初に取った行動は自分たちの関与を強めることでした。癒しが足りないから混乱が起きる。秩序が弱いから問題が続く。影響力が不足しているから現実が動かない。それぞれが自分たちの役割を拡張することで解決しようとします。結果として関与はさらに重なり、星の文明は複雑さを増していきました。どこで何が決まっているのかが見えにくくなり、責任の所在も曖昧になる。この状態が続くと、文明は内側から判断を行う力を失っていきます。ここで初めて全体を一段引いてみる視点が必要とされるようになります。誰が正しいかを決めるためではなく、どの関与がどの段階でどの位置にあるのかを整理するための視点です。アンドロメダはこの局面で前に出る選択をしませんでした。主導権を握ることも裁定を下すことも避けました。代わりに各文明の関与を配置として捉え、その重なり方を見続ける立場を取ります。この姿勢は非常に地味で即効性に欠けるものでした。混乱している文明から見れば動いていないように映る。答えを求める側から見れば距離を取られているように感じられる。それでもアンドロメダはこの位置を動きませんでした。なぜならこの段階で必要だったのは答えそのものではなく、答えが一つに固定されていない状態を保つことだったからです。一つの文明が正解を握ると、その価値観が基準になります。基準が固定されると、そこから外れる選択肢は排除されやすくなる。排除が進むと、文明は柔軟性を失い、行き止まりに近づいていきます。アンドロメダは、この流れを
すでにいくつもの文明の終盤で観測していました。争いによる崩壊よりも、正しさの固定化による停滞の方が、文明を静かに終わらせていく。そのことを、体験ではなく、構造として理解していた側でした。こうして、アンドロメダは少しずつ、決めない立場として、認識されていきます。決めないというのは、責任を放棄することとは違います。決定権を持たないことで、各文明が、自分たちで決め続ける余地を残す、その役割です。この頃から、複数の文明が、判断の前に、アンドロメダの視点を参照するようになります。何をすべきかを聞くためではなく、自分たちの関与が全体の中でどこに位置しているかを確認するためです。こうしたやりとりが積み重なり、複数の文明が緩やかにつながり合う状態が自然と定着していきました。これが後に銀河連合と呼ばれるようになる構造の原型です。重要なのは、この段階でも明確な組織や上下関係は存在していなかったという点です。誰かが設計した計画があったわけでもなく、全体を管理する中枢が作られたわけでもありません。ただ、役割の違う文明が同時に関与する時代において、関与が過剰に固定化しないための参照点が必要になった。その条件を満たしていたのがアンドロメダだった、ということです。アンドロメダは、癒しにも、秩序にも、力にも、強く寄りすぎていませんでした。だからこそ、どの文明とも、一定の距離を保つことができた。その距離感が、全体を見る役割として、機能していきます。この立ち位置は、決して楽なものではありません。どの側にも、完全に共感しないという選択は、誤解を招きやすい。感情的な支えを求められる場面でも、踏み込みすぎない判断を求められる。それでも、この役割が欠けると、全体は簡単に一方向へ傾いてしまう。この段階までで、アンドロメダは、銀河連合という構造の中で、管理しないが欠かせない位置に定着していきました。複数文明の関与が常態化していくと、ある段階で共通の問題が浮かび上がります。それは、誰も全体像を把握できなくなる、という問題です。各文明は、自分たちの役割と正しさを理解しています。しかし、自分たちの関与が他の関与とどう重なり、どんな影響を生んでいるかまでは見えにくくなっていきました。この状態が続くと、文明は2つの方向に分かれやすくなります。一つは、より強い正解を求める方向。もう一つは、判断そのものを放棄する方向です。前者では、どこかの文明が主導権を握り、価値観を統一しようとします。秩序を強める。ルールを増やす。進む方向を一つに絞る。短期的には安定が生まれますが、その安定は柔軟性と引き換えに得られたものです。後者では、誰も責任を取らなくなります。判断は先送りされ、問題は見て見ぬふりをされ、状況は静かに悪化していく。どちらの方向に進んでも、文明は長期的な成長を失っていきました。アンドロメダが警戒していたのは、この二極化です。強く決めすぎることと、決めなさすぎること。そのどちらにも偏らない位置を保つ必要がありました。この段階で、アンドロメダの関与の仕方は、さらに洗練されていきます。直接的な助言や介入は、ますます限定的になっていきました。その代わりに行われたのが、条件の調整です。条件とは、出来事そのものではなく、出来事が起きる前提です。どんな役割が強くなりすぎているか、どんな価値観が固定化しつつあるか、どの選択肢が見えなくなり始めているか。そうした兆しをできるだけ早い段階で捉える。アンドロメダは、文明が完全に行き詰まってから動くことを避けました。問題が表面化する前、まだ選択肢が残っている段階で、わずかな調整を行う。それは、大きな変化を起こすための介入ではなく、変化の余地を守るための関与です。この姿勢は、他文明にとっても
次第に理解されていきます。最初は動かない存在として不満を持たれることもありました。しかし、時間が経つにつれ、アンドロメダが関与した後の文明ほど極端な崩壊や停滞を避けていることが見えてきます。この観測結果が積み重なったことで、アンドロメダの立ち位置は一時的なものから恒常的な役割へと変わっていきました。銀河連合という構造の中で、誰かがこの位置を引き受け続けなければならない。その認識が暗黙の前提として共有されていきます。重要なのは、アンドロメダ自身がその役割を主張したわけではないという点です。名乗りを上げたわけではなく、ただ、その位置に止まり続けた結果、そこに役割が生まれた。この点は、アンドロメダの文明観を象徴しています。役割は、選び取るものというより、引き受け続けた結果として定着する。その考え方が、文明全体のあり方にも反映されていました。やがて、銀河連合という言葉が、状態だけでなく、概念として使われるようになります。それは、命令系統を持つ連合体ではなく、役割のバランスが保たれている状態を指す言葉です。誰かが上に立つことよりも、誰も過剰にならないことが重視される構造。この構造の中で、アンドロメダは未来を決めない立場として明確に認識されるようになります。予言を出さない。最終型を示さない。到達点を固定しない。その代わり、どの未来にも進める条件を残す。未来を決めないという姿勢は無計画とは違います。むしろ、無数の可能性を同時に保持するための高度な判断です。どの可能性が閉じ始めているかを見極め、そこだけを緩める。それがアンドロメダの関与の核心でした。この視点は地球との関係においてよりはっきりとした意味を持ちます。地球は感情、秩序、創造、力というテーマが同時に流れ込む星です。一つの文明の価値観で整理できる段階をすでに超えています。地球では強い正解が提示されるたびに別の可能性が切り捨てられてきました。宗教、思想、制度、技術、それぞれが文明を前に進める一方で別の道を閉ざしてきた側面もあります。アンドロメダが地球に対して保ってきた距離感はこの複雑さを前提としたものでした。導くことよりも固定化を避けること、救済することよりも選択を残すこと、その姿勢は即効性のある変化をもたらすものではありませんが、それでも地球の文明が完全に一方向へ収束しきらず、揺れ続けてきた背景には、こうした視点が影響しているとも考えられています。揺れは不安定さでもあり、同時に可能性でもあります。アンドロメダはこの揺れを消そうとはしませんでした。揺れの中でどの選択肢が残っているかを見続ける。それが構造を見る文明としての役割でした。このあり方は今の地球に生きる私たちにとっても決して無関係なものではありません。感情を感じながらも感情に判断を委ねきらない。それは冷たさではなく、長い時間軸で物事を見るための距離感です。アンドロメダが引き受けてきた役割は銀河だけでなく、今の私たちのあり方にもつながっています。だからこそ、すぐに答えを出さなくてもいい瞬間があることを、立ち止まって考えてみる価値はあるのかもしれません。選ぶ前に全体を見渡す。決める前に可能性が残っているかを確かめる。その静かな姿勢こそが、アンドロメダが長い時間をかけて示してきたあり方でした。その視点を思い出すだけで、世界の見え方はまた違った形に開いていくのかもしれません。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。